豪雪と米で全国的に名を知られた秋田県。県別の観光客数は39位と低迷しているが、実は冬の温泉グルメが最高。日本海とでは奥羽山脈に挟まれた地では新鮮な海鮮と山の幸が豊富。希少な秋田牛の焼肉。グルメサイトでも全国屈指のランキングのお店が比較的簡単に予約でき、安価でうまい。冬に食べたいグルメの宝庫、そしてうまい酒。秋田小町など上質な酒米と山脈のきれいな水で仕上げた日本酒たち。冬は秋田です。秋田への移動はプロペラ機。ANA 唯一のプロペラ機であるテコモンはジェット機が就航しにくい地方都市へのフライトに使用されています。進行方向右の座席に座れば富士山が拝めます。12月初旬ですが、秋田はすでに雪景色。車はスタッドレス必須です。秋田空港に到着し、レンタカーの営業所へ、店舗まで移動し、レンタカーを借りました。秋田空港のいいところは、すぐ近くに高速道路があるところ。地方都市の空港だと延々とした道を走り続けることが多々あります。秋田市の東、大仙市のイタリアンへ向かっています。大仙市は出羽山地と奥羽山脈に挟まれており、道中は雪が降りやすい。夏は約2万発の花火に約10万人の観客が訪れる大曲。実は大曲は大仙市です。ここには秋田の農産物を生かしたイタリアンを提供する一軒のレストランがあります。大きな看板はなく場所が分かりにくい。ナビを入れてもスローにしてしまいましたが、山田電機の近くです。店名は寿永名。名付けの由来は店主の佐々木翔吾さんの実家の屋号寿右衛門の訛りです。12月初旬ですが、店内はすでにクリスマス仕様。おしゃれです。どうやら今日は雪のせいで我々の貸し切りな模様。ランチはコース料理でメイン料理なしだと4598円。今回はメインなしです。前菜と野菜の盛り合わせ。秋田の野菜がたくさん使われています。秋田のアオリイカのサラダ、ヘーゼルナッツを添えて、秋田のビーフとビーツのポルテッティ、シェフオリジナルのレバーテイストとココアを生地に練り込んだパイ、信州サーモンの無農薬稲わら燻製。信州サーモンは長野が10年かけてマスとサーモンを掛け合わせてできています。秋田のヒラメのカルパッチョ。ファジョーリ。3種の豆を裏ごししてトマトと合わせたソースにしています。具材はオマールエビ、秋田のフグ、水ダコ、コウイカ。アリーナという小麦と自家製の酵母で作ったバゲット。今あまり取ることができなくなった山桜の皮で特注で作っていただいたパン皿でございます。大仙市のティーファームの特別な米を使用したリゾット。亀の尾は大正時代にはたくさん食べられていましたが、稲が倒れやすく農薬にも弱いため、現在は酒米としての利用が主流。土を研究して完全無農薬で栽培しています。シルバーベルと秋田の伝統野菜をベースにしたソースで和えています。ティーファームの笹錦を使用した日本酒、風の音が料理と合うそうです。自然栽培にこだわる姿勢に信念を感じ、めっちゃ飲みたい。ですが、今回は車で来ているので断念。格子の煮込みと山人参の葉を具材としたキタルラ。キタルラはギターの弦を張ったような道具で作られていることが由来です。牡蠣のティラミス。クリームは横手市の君の余韻という卵とマスカルポーネなどを使用して作っています。上にはアマランサスのスプラウトを添えて、食後のコーヒーもついていました。メキシコ産のフルーティーな香りがするうまいコーヒーでした。ご厚意でコーヒーに合わせるお菓子を出していただきました。最高のイタリアンでした。温かみのある店内と秋田の食材をふんだんに使用したイタリアンに癒されました。ここはリピートしたいと思いました。
これから乳頭温泉郷へ向かいます。秋田県仙北市田沢湖の北のは十和田八幡平国立公園内に点在する名湯の集まりで、秘湯ファンの聖地として知られています。秋田ではありますが、岩手との県境に位置しており、八幡平の有名なドラゴンアイは岩手県側です。奥にローソンが見えますが、これが乳頭温泉の道中にある24時間営業の最後のローソン、コメリの横にあります。この後にも6時から22時営業のローソンがありますが、品揃えはこちらの方が良かったです。乳頭温泉にはコンビニがないので、必要なものは買っておいた方がいい。田沢湖を通り過ぎ、秋田県道127号の駒ヶ岳線を走っています。駒ヶ岳といえば長野の木曽駒ヶ岳が有名ですが、駒ヶ岳というのは馬と関連した山に名付けられる総称です。ここの駒ヶ岳は秋田駒ヶ岳を指します。乳頭温泉郷はそうした山々に囲まれた温泉郷のため、標高が600から800メートルと高い。気温厳密に従うと100メートルで 0.6 度気温が下がるので、地上よりも約4度気温が低いです。これから乳頭温泉郷までの道を見ていてください。はじめは黒いアスファルトの道が徐々に雪に覆われ白くなっていく様子がわかります。秋田市や大仙市の天気やライブカメラを見てノーマルタイヤでいいと思っているとひどい目に遭います。冬場に乳頭温泉に訪れる場合は、スタッドレスタイヤかチェーン装備にした方がいいです。電車利用の方は新幹線の田沢湖駅から乳頭温泉駅の路線バスが出ています。乗車時間50分、料金は820円です。今、私はナビに騙されています。夏は通行可能な道が冬は通行止めになっており、雪道をバックすることになりました。ひどい目に遭いました。ナビに頼りきりにならず、ネットで冬の行き方を調べておくべきでした。これから本日宿泊の宿に向かいますが、ここから800メートル徒歩です。乳頭温泉郷の最陽の宿で、周りにほとんど観光客のいない秘湯中の秘湯でした。2025年にリニューアルオープンしており、室内は抜群に綺麗。部屋には源泉かけ流しの露天風呂、温泉の流れる音と雪の音以外に何も聞こえない静かな宿でした。宿は別動画にまとめているのでご覧ください。本日は秋田市内で食い倒れします。乳頭温泉郷から秋田市街までは車で1時間半から2時間。秋田市は人口約30万人、東北唯一の政令指定都市である仙台の約3割程度の規模です。明治初期までは久保田城下町という名前でしたが、市政制度が導入されたタイミングで秋田市になりました。ちなみに秋田という名前の由来は、秋田という説が有力、青のように高い場所にあるからだそうです。秋田全体としては山脈のせいで平均標高は高い部類ですが、秋田市は海抜5から10メートルと低地です。そのため山脈からきれいな水が集まり、米や野菜の栽培に適した地となっており、それらを飼料とする畜産も盛ん。また漁港も作りやすい地形のため魚もうまい。古くから豊かな食文化が育まれてきた地です。今向かっているのが秋田牛と秋田米を食べられる焼肉屋久です。秋田牛は秋田県内で肥育された黒毛和牛であり、寒冷な気候と丁寧な飼育から生まれる優しい旨味が特徴。松阪牛や神戸牛が霜降りのインパクト重視なのに対して、秋田牛は脂の旨味が優しく、毎日でも食べやすい牛肉です。主なランチメニューはサラダ、小鉢、スープ、ライス、ドリンク付きの焼肉セット。お米は秋田小町を使用しています。一番人気のハラミ焼肉セットを注文。秋田牛を使用しており、もう見た目からうまそうです。ごそっと牛肉をまとめ買いしているからこそ、この価格で食べられる。ご飯おかわりいっぱいとドリンクもついており、かなり良コスパ。
野菜も秋田県産にこだわっており、サラダはシャキシャキで旨味が濃く、ナムルも新鮮。ハラミを焼いていきます。ロースとかバラは油が多すぎてハラミぐらいがちょうど良いお年頃。ハラミには下味がついており、タレではなくわさびでいただきます。お味は最高です。肉の繊維の間から適度な油が流れてきて口の中を旨味で満たします。その後に噛むほどに肉の旨味が追ってきてうまいです。単発のうまさではなく無限に食べられそうな優しいうまさでした。秋田小町との相性も抜群で、なんぼでも肉と米の組み合わせで食べられます。ひたすらに米と肉を交互に食べて満腹になりました。秋田に来たら絶対食べてほしい焼肉です。さて、秋田の地酒を買いに行きます。秋田駅の近くにある須賀急商店という大正時代に開業した老舗の酒店です。全国のお酒も取り揃えていますが、特に秋田の地酒に強い。山本は全国的に有名ですね。世界自然遺産の白神山地の天然水と高級酒米を使用した日本酒ですが、店主のおすすめが一泊水星、江戸時代創業の蔵元が手掛ける日本酒で、蔵の敷地内の地下水と地元の酒米を使用しています。純米大吟醸、これが最高にうまいです。お酒が飲みたくなってきたので秋田駅へ向かいます。駅ビルのトキコ2階に秋田クラスという立ち飲みバーがあります。秋田の地酒を少量ずついただけるため、お気に入りの地酒を見つける場としてぴったり。道中に酒誇れという秋田が満を持して世に出したブランド米が PR されていました。2022年にデビューし、コンセプトは日本一うまい米を目指す。そのため、県の厳しい基準を満たした生産者のみ栽培でき、しかも食味検査で基準を満たさないと販売できません。秋田の米へのこだわりが怖い。こだわり抜いた酒米で作った日本酒もうまいはず。全国で人気の荒政はすでに売り切れ。王道の山本と地元民に人気の一泊水星を飲み比べてみましょうか。一泊水星から飲んだ時は辛口でうまいと思いました。ですが、後で自宅で飲んだ大吟醸と比較すると香りが弱いと感じました。山本のピュアブラックはこれぞ辛口といった感じ。日本酒らしい香りも強く、個人的には好きです。お酒を飲まない人には甘酒もあります。これ、うまいです。お土産用の販売もあるのでありです。晩ご飯を食べに行きます。秋田駅の近辺は食の宝庫、秋田の郷土料理がずらりと並んでいます。駅そばにもチェーンですが、きりたんぽ鍋を提供しているお店もあります。須賀急酒店の店主に伺った地酒がうまい店、ブランタン。ここは観光客というよりも地元民に人気だそうです。超有名な永楽食堂、来店の1ヶ月前から予約できますが、基本的に無理。当日に店舗へ行って予約の人が帰ったら電話してもらって入るお店です。永楽食堂の特徴はコスパの良さ、地酒や郷土料理が信じられないくらい単価に提供されています。ここは有名なのでいろんな方が紹介しておられます。我々はちょっと違うところに行きましょう。秋田駅から少し離れた秋田の歓楽街、大町、川端エリアです。少し離れたといっても、秋田駅から徒歩20分ぐらいので歩いて行けます。ここは京都の木屋町みたいに江戸時代から歓楽街として栄えている地区です。居酒屋、バー、郷土料理屋が軒を連ね、約1000軒近いお店があると言われています。秋田駅の近くにあったきりたんぽ屋もありますね。こういう地元の居酒屋っぽいお店もいいですね。さらに通りを進んでいくと夜の街っぽい雰囲気になってきました。どことなく大阪の新地を彷彿とさせます。実際キャバクラやそのお客さんがメインの客層の食事どころも多いとかかってます。個人的に面白かったのが、ここの近くに荒政酒造の醸造所があること、徒歩5分ぐらいの距離でした。歓楽街の南端にある酒富という秋田の郷土料理屋です。旅行系 YouTuber さんたちも紹介しているお店ですが、うまそうなのでここで食事します。ここは突き出しの種類が豊富。
白神山地の伏流水と男鹿半島の天然塩、北海道の昆布、鹿児島産の鰹節を使用しただし。おでん料理メインのお店だけあってうまいだし。寒ぶりとタラの子の馬に自家製の豆腐、石狩の鮭、川崎の佃煮、これ全部が突き出しです。ハケで醤油を塗るのは関西スタイルだった記憶ですが、塩濃くならないので好き。寒流で揉まれた秋田の寒ぶりは身が締まっていてうまい。ビールはマスターズドリームと洒落ています。秋田の冬の味覚といえばセリの根。セリといえば春の七草の一つで、全国的には葉と茎を食べるのが一般的。秋田では根っこまで食べます。このお店ではセリの根はもちろん、きりたんと比内地鶏など秋田名物をおでんにして提供しています。おでん以外にも秋田料理の一品があり、いろんな秋田名物を飽きずに食べられるのが特徴。純菜とか最高ですね。旬は初夏ですが、物がいいので気にせずいただきます。このくるりとした食感が胃袋を食事モードにしてくれます。秋田の大根おでん。佐野地方の大根は冬場の凍結を防ぐための糖分が豊富。この大根甘くてうまい。やはり寒暖差の大きな地できれいな水で育った野菜は最高です。セリの根のおでんもいただきます。白いのが根っこ部分で、全国的には食べられない箇所ですが、むしろ秋田では根っこがメイン。ツンと鼻に抜ける野生味のある香りとシャキシャキとした歯ごたえ、ほろ苦さで食事と酒が進みます。実は秋田名物のきゅうりのからし漬け、イカの塩辛もそうです。その理由は日本酒に合うからです。本当に酒の魚が欲しくなってきたので地酒を飲みます。全国的に知名度のある酒もいいですが、地元民が飲んでそうなのを飲みたい。カズノの千歳盛り、しかも上泉という地元民向けのお酒。以前に秋田の楽器高原から十和田湖へ行った時にカズノを通りました。その時千歳盛りを買ったらうまかったのでリピートです。吟醸価は少ないが米の旨味がじんわりと広がって酒の魚との相性が抜群です。セリの根と合わせてもうまいです。きゅうりのからし漬けとも合う。続けて酒とみ名物のクロワッサンおでん。知らなかったら絶対頼まなかったですが、実は理にかなった一品。クロワッサンをおでんだしで煮た料理です。外側はだしを吸ってしっとり、内側はバターの香りがほんのり、おでんのだしが染み込んでジューシー。バターが日本酒の酸と旨味を受け止め、だしの塩味が酒の甘みを引き出すため、日本酒との相性が抜群。ここで食べたいものは食べきった感じがしたので、最後に日本酒の出し割りをいただきます。うまかったら自宅でもやってみようと思いましたが、うまいです。おそらく日本酒少なめで出汁多めの配合ですね。日本酒の香りが出汁の香りを邪魔せずに、うまい飲み物として成立しています。食事後にはサービスの稲庭うどん、麺にコシがあってうまい。上品な食事をいただいたので、ここからは B 級グルメタイム。ホテルの部屋でつまられていたので、そっと抜け出してきました。京都の新福菜館にインスパイアされた店主が秋田で始めたラーメン屋です。京都出身の私としては食べ比べずにいられない。初回は基本一択です。京都民では賛否が分かれる新福菜館ですが、秋田ではおおむね受け入れられているようです。醤油の味の濃さと油の旨味が寒い気候にマッチするためです。見た目は新福菜館よりも色が薄いですね。おそらく豚骨スープの配合割合が多いのでしょう。麺をスープに絡めた感じだと新福菜館よりもまろやかな気がします。新福菜館は醤油の香りと味がガツンとくるのに対し、末広ラーメンは豚骨で醤油の角が丸くなった感じです。お酒を飲んだ後の締めのラーメンとしてならこちらに軍配が上がりそうです。ごちそうさまでした。食べ過ぎました。秋田は飯がうますぎる。ホテルへ帰って寝ます。明日は最終日。隠れ家的な蕎麦屋でランチして男鹿半島へ行きます。
秋田駅から北西へ約 4km の位置にお目当ての蕎麦屋があります。手案の名前通り、夜は地酒メインの居酒屋、蕎麦屋ですが、昼は蕎麦屋として営業。住宅街の中でひっそりと営業しているため、知っていないと見つけることは難しい。ナビを入れていても、どこかわからず迷いました。ぐるっと道を回って店を発見。十割蕎麦の上りがなければ発見できなかったでしょう。地元民のリピーターも多いと聞いて期待が高まります。店内は飾りっ気なしですが、逆にそれがいい。カウンターに目をやってみるとレアな日本酒が置かれていました。荒政の特約店のようです。掘りごたつの客席に案内されました。荒政の値段が気になりましたが、1合で1200円からと大変お値打ち。車の運転がなければ絶対飲んでいます。蕎麦も旬にこだわって季節物が多いです。冬が旬のせり蕎麦を注文。温かいのと冷たいのをそれぞれ頼みました。温かいのはつけ蕎麦です。せりのでもしっかり入っています。野菜の天ぷらときゅうりのからし漬けも注文。250円と500円って安すぎでしょう。まずは温かい方をいただきます。蕎麦をつけると自然にせりが絡んできて風味が立ってうまい。店主おすすめのせり蕎麦。冷やの方がせりの食感が生きるようです。香りは温かい方が立つけど、食感は冷たい方がシャキシャキしている。どちらもうまいですが、夏に冷やでせり蕎麦が食べられたら最高ですね。まだらの白子もいただきます。秋田の方言ではだらみと言います。男鹿半島や由利本荘などで大量に取れ、地元民にとっては冬の名物。きゅうりのからし漬け、玉ねぎの天ぷらなど、やはり秋田は野菜がうまい。野菜嫌いな子供が少なそうです。締めは蕎麦湯。冬にいただく蕎麦湯は何にも替えがないうまさです。とろりとした湯で体がポカポカになります。ごちそうさまでした。ちなみに手案田中には飼い猫がいます。猫が無理な方は来店をお断りしておりますのであしからずです。お会計時に店主が米から作った日本酒の PR が目に入りました。笹錦という昔はスーパーでも見かけたが、1993年の例外で壊滅的打撃を受け、生産量が激減した米を使って作っています。4号瓶を購入して自宅でゆっくりといただくことにします。これから道の駅によって秋田の食材を買い込みながら男鹿半島へ向かいます。男鹿半島へ向かう目的は生ハゲ館の観光です。生ハゲは秋田の歴史に紐づいており、歴史についても知ることができます。秋田市を北上し、沿岸部へ出ると人気化のタワーが見えてきました。道の駅秋田港と併設するセリオンタワーです。高さ143メートルのタワーで展望室が高さ100メートルのところにあります。ちなみに入場料は無料で、晴れていれば男鹿半島や鳥海山まで見渡せます。あいにくの曇り空のためセリオンタワーには寄らず、道の駅秋田港で買い物します。はい、これがセリオンタワーのマスコットキャラです。元気ですね。高知のベロベロの神様より健全です。さて、道の駅秋田港では秋田県産の野菜やいぶりがっこなどの加工品、地酒などが手に入ります。秋田港ならではの日本酒はないですが、ラインナップが充実。地元のクラフトジンなども販売されています。3リットル飲めるがコンセプトの田沢湖ビールもありました。食事どころもあります。ちなみに伊達マグロというと宮城をイメージしがちですが、上野マグロです。伊達政宗の長男である伊達秀宗が愛媛の初代藩主だったため、伊達マグロと名付けられています。天然なめこが販売されていましたが、私の知っているなめこと大きさが違う。味噌汁に入れたらうまそうなので購入。いぶりがっこの種類が多すぎる。秋田の名物でいぶした漬物という意味です。大根を煙で数日いぶした後に米ぬか、塩、砂糖で漬け込んで数ヶ月熟成して作られます。そのまま食べてもよし、タルタルソースの上にみじん切りにして入れてもうまいです。
添加物に頼らないこだわりに惚れて大量購入です。なめこはすぐに使わないと腐りそうですが、いぶりがっこは半年くらい日持ちするのでお土産にも便利。港と工場の煙突って絵になりますね。奥の方に風力発電機が見えていますが、秋田は風況が良く、実は風力発電が盛ん。資材高騰でダメになりましたが、由利本荘市で三菱商事が大規模な洋上風力発電を計画していたこともあります。とはいえ、陸上の風力発電機だけでも約300機も設置されており、全国トップクラスの設置数です。次の道の駅に到着。秋田の道の駅はタワーが好きなのか、ここにも天皇スカイタワーなるものがあります。高さ約60メートルのタワーには展望台があり、日本海、男鹿半島、八郎湖などが見えます。男鹿半島に近いので、しょっつるが売ってそう。昆布とかつおだしをしょっつるで味付けして稲庭うどんを作ってみたいんです。稲庭うどんを発展。お得用で1キロの乾麺が1080円で売られています。安いので購入します。しょっつるがありそうなコーナー。ありました。塩魚汁という名前がなかなかしおる。これも購入します。その横に比内地鶏のスープもありました。鶏だしベースの稲庭うどんもうまそう。ラーメンスープにしても良さそうだし購入します。この辺りの味噌も販売されていました。道の駅の産直市場はそれぞれの地域のものが手に入るので楽しいですね。旅行先で地元のものを買って自宅で料理に使用すると全国で本当にお気に入りのものが見つかります。実際北区の醤油は新潟の郷土の実り、酢は京都の中の酢を使用しています。さて、いよいよ男鹿半島。鬼の口の中に飛び込みます。天候も回復して美しい海岸線が見えてきました。左奥の出っ張っている半島が男鹿半島です。秋田市から車で1時間と意外と近いです。ちなみに生ハゲは秋田ですが、地域で言うと男鹿の伝統行事です。泣く子はいめがのやつです。見た目は鬼ですが、実は神様、ナタとか持っていますが、実は災厄を払い、福をもたらすいい存在。男鹿半島の道の駅に到着。名前の由来は男鹿に行こうと伺いました。漁港隣接のため海鮮が新鮮で地元民も買いに来るそうです。野菜も安いな。大根60円。人参もこれだけ入って400円です。男鹿半島では紅ズワイガニもたくさん取れる。当日茹でたばかりのは2杯入って1480円は安すぎる。特 A 米のサキホコレが秋田市内よりも 15% くらい安く販売されていました。サキホコレと男鹿の地域ブランド米、生ハゲ米を購入しました。いよいよ本命の生ハゲ感。男鹿市内の生ハゲ麺や衣装を集めて展示しており、各地域の違いや生ハゲを介した男鹿の歴史について学べます。大東が生ハゲ。生ハゲ館自体は1999年に開館しましたが、その後展示物などを改良刷新して時代に合わせた作りになっています。入館料は大人660円と比較的リーズナブル。まず昔の男鹿で生活に必要だったグッズが展示されています。基本漁をして生活していた人が多いので、漁に必要な道具がメインですね。奥に進むと生ハゲがいました。顔が怖すぎんか。ナタも持っているし、とても神様には見えない。武器を持っていない生ハゲもいました。荒ぶる生ハゲたち。ゲームのボスで出てきそうな構えです。怒っているようにしか見えない。実際、宣伝の憤怒とか書いているので怒っているのだろうか。展示を見ていて驚いたのが生ハゲと名付けられた小惑星があるようです。火星と木星の間にある小惑星帯の一つのようです。なんで生ハゲという名前かについては諸説あるようです。男鹿の寒い冬にいろりや火鉢にたたってできたナモミをハブという説が有力。ここが各地域の生ハゲを展示している広場です。いや、普通に怖いよ。やばい部族に囲まれている感があります。確かによく見るとお面のパターンが様々。
こっそりとしたお面。怖すぎ。鬼っぽさが強いお面、のってりとしたお面など様々買うこともできるようです。2つで33,300円とかなりお値段します。多分手作りだからこれくらいするのでしょう。冬の秋田に2泊3日で旅行してきましたがいいですね。飯はうまいし酒もうまい。温泉もあるので冬旅行にはぴったりです。歴史的な背景も多くて勉強にもなり大変充実した3日間を過ごせました。また来たいと思える秋田県でした。